はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KB やトゥールビヨンプロです。ギアモチーフのデザインが印象的な精密構造系のモデルですね。モデル名のトゥールビヨンは高級機械式時計に使われる回転機構の名称で、音響設計にもその思想が反映されています。フェイスプレートがこの前レビューした CCZ-CZ10 に似た感じだね。KB エアーと CCZ は同一会社のグループに属しているブランドの関係だから、デザインや技術的なアイデアを共有しているんでしょうね。ああ、そういうことか。価格は15,000円ぐらい。今だと Amazon で 20% オフのクーポンあるから12,000円ぐらいで買えるね。トゥールビヨンってのは重力の影響を打ち消すために回転する超速機構なんだ。それを音響に転用して時間の制御イコール音の精密さっていうコンセプトにしてる。音の定位、トランジェント、残響の制御に関わる構造思想だね。素材面もかなり凝っていて PU、ピーク、DLC の3層構成に加えてブルーダイヤモンドコーティングまで施されています。それぞれの素材が異なる音響特性を持っていて役割分担が明確なんですね。PU は柔軟性が高く低域の沈み込みを支えるベース素材。ピークは硬質で音の伝達精度を高める中核。DLC はダイヤモンドライクカーボンで音の滑らかさと透明度を整える仕上げ層です。ブルーダイヤ？それもう宝石じゃん。素材で音の細かいニュアンスまで調整してるとかすごいんだね。ブルーダイヤモンドコーティングは微細な振動制御を可能にする表面処理で音の質感に影響する。素材の組み合わせで沈み込み、解像度、滑らかさの3軸を支えてるってことになる。ドライバー構成も特徴的ですね。10ミリのダイナミック型でデュアル磁気回路とデュアルチャンバー設計が採用されています。磁気回路が2重になっていることで駆動力が強化されて歪みの少ない音が得られるそうです。さらにチャンバーが2層構造になっていて空気の流れを制御することでサウンドステージの広がりにも貢献しています。外装も亜鉛合金のフルメタル設計で耐衝撃性が5倍に向上しているんだって。さすがに片側 10g 超えるんだね。でも装着しちゃえば重さってそんなに感じないんじゃん。そうね、厚みもない方だし装着感はいいわよ。あとは音漏れも特に気にしなくて大丈夫です。機合章の外装は音響伝達の象徴として設計されていて見た目と機能が一致。定位精度が高く複雑なミックスでも方向感を失わない設計になっています。さらにゲーミング用途にも対応。戦術的な音の手がかりを逃さないというコピーもあるように低音の強さと定位の鋭さが両立していてゲーム内の足音や銃声なども明確に把握できる構造です。ゲームで足音とか銃声とかバッチリ聞こえるって大事だよね。そうね。ではここからは波形の確認も交えて進めていきましょう。まずバンドルイヤーチップの比較から。5から8キロあたりは白のバンドル2の方が出ているからこっちの方が明るめかな。でバンドル1は10キロ以上の落ち方が少ないね。そうだね。バンドルには別売もされている TRI 角笛だね。リーズナブルな価格で使用している人も多いんじゃないかな。視聴と音収録には角笛とほとんど同じカードのリバイナスベルベットを使用。これを基準としてたくさんのデータを取っているってこともあるし自分の耳との相性もいいんでね。かぶれにくいってことですよね。そうなんだよ。合わないシリコンだとあっという間に耳がかぶれちゃうんでね。今回の比較は結構迷ったんだって。1DD で1万円クラスで最近のものって手持ちではあまりないんでね。まずこの4モデルを比較してみた。1万円以下のモデルもありますよね。そう。でもなんか比較してみたいなと思ったのがインアウェイ君、ドーニ MS。これ今すごく安くなってた。お値段以上のモデルだよ。それから EPG と Tipsy のコラボモデルスター1。これは発売当初の価格がトゥールビヨンプロに釣り合うかな。それからシブがチュエの2モデルね。1DT モデルだけどどれも優秀だったよね。それぞれ過去の動画でレビューしていますので興味あったら過去動画もチェックしてみてくださいね。これ全部音収録したの？それはちょっと無理なんで今回はこの3本で比較したよ。音調整の基準はトゥールビヨンプロね。はい、了解です。では早速聞いてみましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。割と違いが分かりやすかったんじゃないですか？スター1は2から5キロあたりの出方が波形通りで目立ってたよね。ボーカルが太いというか、しっかりとした芯を持った感じ。低域をそれほど出していない分、より中高域が目立ってる印象。そう、実機でもそんな感じだった。もう少し低域を出してもいいかなーって気もする。やっぱいいモデルだし、歌物聞くには特にいいかも。チュエはオリジナルバージョンを選んだんですね。うん、個人的な好みでごめんだけど、チュエはオリジナルバージョンの高低バランスが好みなもんで。スター1よりボーカルがあっさりした出方ですけど、進むほどではないですね。さらに、上の帯域の強さから来る透明感みたいなものを感じます。収録音だと、その部分の鋭さばかり目立つようなやり方だったけど、トゥールビオンプロを基準とした差分が中高域はマイナスに、そして高域はプラスに作用しているからね。チュエはバンドルイヤーチップの特性が結構違ってるんで、そのあたりの変化が大きい分、違った質感を楽しめるよ。詳細は過去動画を見てみてね。じゃあ、トゥールビオンプロを聞いた印象をまとめようか。そうだね。まず、視聴の最初で飛び込んでくるのは、低域の圧かな。極端に強いわけじゃないんだけど、その存在感には確かなものがある。バスドラのキックは量感がやや優勢。ベースラインは量感がある分、少し曖昧さを感じる。タム系も悪くはないんだけど、フロアタムに期待以上の迫力は感じない。もちろん一定レベル以上ではあるんだけど、多分だけど、1キロ以下があまり落ちずに、低域、低中域、中域すべてをしっかり出しているからなのかも。だから、低中域を確認するリファレンス曲での鳴りはいいし、どっしりとした安定感は抜群。こうしてみると、やっぱりバランスは低域寄りになりますかね。でも、ボーカルはしっかり前に出てきていました。視察音はほとんど感じなかったので、聞きやすかったです。そうだよね。高域も特にきつくないから、シンバル系もうるさくないし、かといって、ウォームな感じでもないよ。そりゃ、感触系で抜け重視という質感とは違うけどね。空間は広く感じたんじゃないか？はい、確かに、高域がさほどきつくない分、空間に余裕ある感じがしましたね。トゥールビオンプロは、やっぱ低域重視な人向けかな？それはあるね。だけど、そこまで低域に特化してるわけでもないんで、私のようにバランス重視の人なら、この辺り中心に少し低域を絞ると、いい感じに整うし、高域の刺さりが苦手な人にも、ちょうどいい感じの鳴りなんじゃないかな、って思う。KB やトゥールビオンプロは音の時間を制御する精密機構として音楽にもゲームにも対応できる一本です。ギアのように回転する音の構造美、素材と設計思想の融合、そして定位の精密さ、音響設計の象徴として非常に完成度の高いモデルだと思います。はい。ということで PU、ピーク、DLC の3層構成プラスブルーダイヤモンドコーティングまで施された 1DD モデル KB やトゥールビオンプロのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。